こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？はい。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話や日本文化についてお話ししていきます。今日もこのチャンネルを聞いてくれて本当にありがとうございます。今日は私の心の一番深いところにある本音についてお話ししていきます。今日は少し心が重たくなる話も出てきますので、もし途中で疲れたら無理せず止めて休んでくださいね。このポッドキャストでは勉強のためだけじゃなくて安心しながら日本語を聞く時間でもあります。本音というのは心の中にしまっている本当の気持ちのことです。皆さんも学校や仕事でこれは言わない方がいいかなとか、今はこの言葉我慢した方が楽だなと思って本音に蓋をしたことありませんか？私はたくさんあるんですけど、実は私が自分にはトラウマがあるんだと気づいたのは、私が今受けている英語のオンラインレッスンで気づきました。それがきっかけです。トラウマというのはとても辛い経験が今でも心に強く残っている状態のことを言います。英語の先生とトラウマについて話していたとき、子供の頃の話を英語で説明したんですけど、その時にふと思いました。あれ？これってただの思い出話じゃなくて、なんか辛くて悲しくて、なんとなく憂鬱な気持ちになる。そしてたまに朝起きた時にもうそのこととは関係ないのに、過去のことなのに思い出してしまう。これがトラウマです。今日は私はヤングケアラーという言葉に出会い、今の自分を少しずつ認められるようになるまでの話をゆっくりお話ししていきたいと思います。はい。それではちょっと私の紹介から入るんですけど、私の家は7人家族でした。はい。お父さんとお母さんとあと5人の子供たち、私含めて5人の兄弟がいます。周りの人たちは私によく言いました。兄弟が5人もいるなんて賑やかで楽しそうだね。全然寂しくないね。もちろんイベントごと、例えばクリスマスとかお正月にはワイワイ楽しく過ごす、あとはゲームしたりして楽しい時間もありますが、私にとっては家の中はたまに孤独なことを感じる瞬間も多かったんですね。孤独という意味は一人で寂しい気持ちになることです。私のお父さんは仕事がいつも経済的に安定していなくて、家にいることが多かったです。でもお父さんは愛情の伝え方をあまり知らなかったと思います。愛情は心の中にありますが、愛情をどうやって子供たちに伝えるかをあまり知らなかったのかなと思います。例えば子供が学校から帰ってきてもどうだったと話を聞くことも特にたくさんはなかったですし、ハグしてよく頑張ったねとかいうこともほとんどありませんでした。そして極めつけに私が覚えていることは、
私が熱が出た時、小学校2年生ぐらいだったと思うんですけど、普通は日本の小学校だと熱が出た時は学校まで親が迎えに行かないといけないんですよね。で、学校の先生がうちの親に電話した時に何て言ったかっていうと、自分で帰ってこいって言ったんですよね。それは覚えていますね。そしてお父さんがよく夜ご飯を作ってくれていたんですけど、例えば美味しくないなと思った時、たまに言うんじゃないですか。子供だったら、これ食べたくないなとか。その時はそういうことをお父さんの前で言った場合にはめっちゃイライラしてキレたりしてました。その一方でお母さんは家族のために朝から晩まで一生懸命働いていました。お母さんのことは本当に大好きでしたし、いつも会いたいなと思っていました。でもお母さんは仕事から帰るといつも疲れ果ててました。仕事から帰ってきてもゆっくり私の目を見ておかえりという余裕はあまりありませんでした。お父さんは家にいても心はどこか遠く感じていたし、お母さんは愛してくれていたけどそばにいない。私は家の中でずっと愛情が欲しいと思っていました。これが私の幼い頃の本音です。私が11歳の時に弟が生まれました。その後妹も生まれたんですけど、私が一番お父さんやお母さんに愛してほしかった時期ですね。小学生とか中学生って一番愛してほしい時期だと思いますが、その時期に私は甘えたかったんですけど、下の子たちのお世話をしていました。例えば保育園に迎えに行ったり、ご飯を食べさせたり。これは誰かにあなたがやりなさいって言われたわけではないんですけど、でも私がそこでやらなければ家の中が回りませんでした。回るというのは生活がうまく続くという意味です。11歳の私は自分の本当の気持ち、本音、つまり甘えたいという気持ちを全部心の奥に閉じ込めました。毎日弟と妹を保育園に迎えに行きました。保育園の先生にお姉ちゃん偉いねと言われるのが本当は嫌でたまりませんでした。偉いという意味は褒め言葉ですが、私にとっては重たい言葉でした。恥ずかしい気持ちも少しありました。でもその時はそれが当たり前のことだと思っていました。家族が大変な状況だから支え合うのは普通だと思っていました。そう思い込んでいたんです。大人になってから私は何度も自分に言い聞かせました。あの時経済的に余裕がなかったし、時間的にも余裕がなかったからしょうがない。お金も時間も余裕がなかっただけ。事情という意味はその人なりの理由や背景のことを言います。自分の本当の気持ちに蓋をしたまま相手の気持ちを先に考えようとしました。でもやっぱり無理でした。
どんな事情があっても、私が寂しくて泣いた夜は消えることはありません。私の事情、私の心の傷は親の事情とは別問題です。そして今一番苦しいのは母の今の姿です。生活がなんとなく落ち着いてきて、母は昔よりお金にも時間にも余裕があるようになりました。他の人に笑顔で優しく接したり、他の人に例えばプレゼントをあげるとき、それを見ると私の心はなんだかそわそわして嫌な気持ちになることもありますね。こんな笑顔の顔をして嫌な気持ちになるとというより、悲しかったり心が壊れそうになることもあります。どうして小学生の時の私にはそれをしてくれなかったのだろうか。私が一番欲しかったものを他の人に向けることほど残酷なことはないと思いました。残酷という意味はとても冷たくひどいと感じることです。この感情は母を憎んでいるというよりも、あの頃の私を愛してほしかったという心の叫びなんだと思います。今でも朝起きると理由もなくポロポロ涙が出る日があります。何回も朝になると同じ過去のことを思い出して、これはただの思い出じゃなくてトラウマなんだな、そう気づきました。その上でお正月に家族が集まると仲良くしなきゃいけないみたいな雰囲気があって、その空気が正直今とっても苦しいです。特に家族が集まるお正月の時期になると過去の記憶が急に思い出されることがあります。これをフラッシュバックと言いますが、急に昔の辛い記憶が頭に出てくることを言います。でもそんな日は私は絶対に我慢しません。ベッドの中でワンワン泣きます。辛かったよね。一人でよく頑張ったよね。今の私が過去の私に声をかけます。泣いた後はなんだか少しだけ心が楽になっています。最近ヤングケアラーという言葉を知りました。ヤングケアラーというのは子供の頃に本来は大人がやる家事や世話を長い間していた人のことです。その言葉を読んだ時、私はちょっと思ったことがあります。私は重すぎる役割を背負わされていただけなんだなって。ここで少しだけヤングケアラーについての研究をお話ししますね。いくつかの研究ではヤングケアラーだった人は大人になってからも不安になりやすい、自分の気持ちがわからなくなる、人に頼るのが苦手、こうした傾向があるようです。傾向という意味はそうなりやすいという意味です。でもそれは例えば私が精神的に弱いからではありません。子供の頃にずっと気を張って誰かを支え続けてきたからです。私もこのトラウマに向き合わないといけない、そして克服しないといけない。克服しなければ幸せな人生を送ることが難しいんじゃないかと思っていました。
本を読んだり YouTube を見たりいろいろしました。どうやったら早く克服できるだろうか、早く普通にならなきゃ、そう思ってましたが、ある時ふとこんなことが思いました。もしかしたら無理に克服しなくてもいいんじゃないか。トラウマがある自分を治さなきゃいけない存在と思うのを少しやめてみようと思いました。向き合うスピードも感じ方も人それぞれでいいと私は思います。そう思えた時に心が少しだけ楽になりました。はい、以上でね、今日のテーマの話を終えていきたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。もし今いい子でいようとして過去の自分の気持ちを閉じ込めようとしている人がいたら、ちょっと伝えたいことがあります。あなたは悪くないです。あなたの心をあなたのご先祖様と神様はすべて知っています。傷ついたあなたも怒っているあなたもそのままのあなたを見守っています。恐れないでください。あなたの未来はきっと明るいです。泣いてもいいし怒っても大丈夫です。私はこれからもこの記憶と一緒にゆっくり歩いていこうと思います。それでは次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。